Hi guys! It's Seigo and Brent. で、今日は国際カップルの方からたまにいただく質問にちょっと答えてみますっていうのね。そのなんか恋愛トピックがうんね、みんな好きだし、みんなやってほしいっていうから、だからまあその質問にちょっと答えてみようかなと思います。なんかね、私たちはアメリカと日本の場合しかわからないんだけど、まあやっぱりね、すごく違う文化で、その愛情の表し方とかもすごく変わってくる。変わってくるね。変わってくる。やっぱ日本に住んでるっていうか、日本だとまあなんだろうね、やっぱ思ってることを言わない、あんましなんかそういうまあもう文化って言っちゃっていいと思うんだけど、なんか昔からそうだと思う。恋愛に限らずなんだけど、やっぱり思ってることは言わないで、なんか言わないで察してねっていう感じ、言わないけど分かるでしょっていう、言わないけどなんか気づいてねっていう感じがすごく日本は多いと思う。だからなんか相手のことをなんか大好きだけどそれを口にしない、そう大好きなのは当たり前でしょって、だからなんかわざわざ口にしなくてもいいじゃんっていう感覚なんだよね。でもアメリカだとアメリカだと、やっぱりなんかみんな口にするから、ね、なんか小さい時もそうだし、なんかお母さんとか大体なんかね、愛してるよとか言ってあげるし、あとね、恋人同士だと、結構ね、表に出して言うことが一般的。それなんかブレンも今言ったけど、その子供時代に見てきたものってのも結構関係あるよね。なんか日本ってやっぱり自分たちがちっちゃい時もさ、人ね、家庭によっては違うかもしれないけど、やっぱ親同士がさ、そのアメリカみたいに愛してるよとかさ、好きだよっていうのを子供たちの目の前であんましやらないと思うんだよね。でもそういうの見てこなかったから、なんか自分たちも大人になってなんか、逆に言うのがちょっと恥ずかしいとか、そういうのも絶対あるね。お母さんお父さんがやってることのこと、そうね、なんか小さい時お父さんが帰ってきて、でただいまってチューしてね、I missed you とか言うから、そうね、日本はね言わないけど、なんかお互い分かってるとお互いは思ってる。で多分その欲もあんましないんじゃない？なんかその言ってほしいとかはそこまでない。なんか逆に言われるとちょっと嬉しいけど恥ずかしい気持ちにはなるんだよね、きっと。でもなんかこれはさ、日本人同士が付き合うんだったらそれはそれで成立する、問題ない話なんだけど、これがなんかアメリカと日本とか、その日本に限らず別々の国同士の人が付き合うってなった時になんか問題が発生するよね。なんかそのギャップが、別になんか日本がダメとかアメリカがあの方が合ってるとかっていう話じゃないし、なんかアメリカはアメリカの文化があって、日本は日本の文化があって、どっちが正しいか簡単に解決できないんだけど、なんか多分結構あるのは、わかんない、なんかネットとかでちょっと読んでたんだけど、そのなんか日本だとなんかこれ日本の文化だからとか言って終わり、でなんかそれ言ってるのはね、全部日本に合わせてって言ってるから、そうでもなくて日本人も頑張んなきゃいけないじゃん。そうだね。そうだね。ちょっとその期待に応えなきゃいけないと思う。なんかあっちの文化も理解しようという努力は見せなきゃだよね。なんか一応それはもう海外の文化っていうかアメリカの、これらアメリカのことしか知らないから、なんか一応アメリカの文化だから、それを理解しようっていうやつは必要だよね。なんかね、それ日本じゃ無理だから。それ言ったらなんかね、恋愛だけじゃなくてもそうなんだけど、そのなんかそういう文化だからとか言ったらもうそこでおしまいじゃん。もうダメじゃん。自分たちが付き合った時もやっぱりなんか恥ずかしかったもん、最初は。今はちょっと慣れてるけど、やっぱり最初はなんだろうね、そういう思ったことを口にするっていうのも難しかったし、あとはなんか恋愛に限らずなんか結構なんだろうね、察してよっていうのが強い性格だったから、なんかね、思ってることを口に出さないことが多かったんだよね。だからそれが原因で喧嘩とかすごくしてきたんだけど、でもなんかそれをなんか乗り越えて、なんか思ったことをすぐ言えるような関係とかになった瞬間に、なんかもう喧嘩の数も減ったし、
ねなんか幸せになったっていう感じそうだね。の気持ちになったから、まあでもねアメリカ人の人もそれちょっと合わせなきゃいけないじゃん、なんかそんな文化じゃないからちょっとね理解してあげないとダメ、だけどね 100% 理解とかね日本人の方も 100% 理解っていうのはねアンフェア、そうなんか無理に言うのは良くないよね。こっちの国はこうだからなんかあなたはこっちに合わせてよって言うんじゃなくて、なんかお互いがお互いの文化を尊敬して、なんかその文化も分かるけどアメリカもこういう文化持ってるからこうしてみないとか、まあ提案するみたいな感じがいいかな。話さなきゃいけない、話さないと分かんないし、なんかこういうなんか文化の違いは本当に話し合ってなんかどっちかにするっていう風に決めないと、なんかそれが原因でいつか喧嘩になったりとか、なんか面倒くさいことになる。多分話すの喧嘩になってからだと思うんだけど、ね、そういうのはでもあらかじめやっぱりちゃんと決めなきゃ難しいよね、いつか絶対当たる壁っていうかどっちかが不満がたまるじゃん。まあそうね、まあ許し合う関係が必要、結構こういう特にね国際恋愛は、ね、時にはなんかちょっとまあ我慢して、でもなんかね我慢した分なんか時にはなんかこっちのわがままを聞いてもらったりとか、なんかもう持ちつ持たれずみたいな感じで、なんかまあお互いがある意味支え合うっていうのが理想な関係だよね。そうだね、まあそれね国際カップルに限らず、ね、多分誰でも人間関係はそうだと思う、けどそうでも国際カップルとかはもっと気をつけなきゃいけないさらに難しいからかな。なんかまあ長く続けるためっていうかさ、なんかまあ、長続きするためのコツ、みたいな感じかな。だと思うね、やっぱり話し合いが大事だと思う、そのことにも。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。ちょっとねセンシティブなトピックだけど、本当にその国際カップルの皆さんにね幸せになってほしいと思ってて、難しい時もあるけどね。難しい時はあるけど、なんかやりがいがあると思う、まあそれを乗り越えて、その方が面白いし、なんかね本当になんか面倒くさいこととか喧嘩することもあるけど、でもその分なんかまあお互いの文化知れるし、まあ面白いこともその分あるから、まあ頑張ってほしいね。頑張ってほしい。2人も頑張るからね、俺らまだまだこれからいろいろ頑張るからね。その何年もね付き合ってないからまだ何十年も。そう俺らも頑張ります。頑張ります。じゃあこの動画が面白いと思ったらぜひ高評価の方と、あとチャンネル登録の方お願いします。コメントもいっぱいしてくださいなんか、まあ、こういうちょっといろんな、なんかその国際結婚についてとか、なんかまあアメリカでの2人の生活とか、なんかまあ気になることあったらいろいろコメントしていただければそれに答える動画を作ったりもするので、あとねなんかこういう動画やってほしいとかっていう方もたまにいるんだけど、それすごい助かります、ね、それをネタにしてね作れるから、またどんどん思ったことがあったらコメントしてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。